ようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、ネックは変化するのが当たり前と題してお話をしていきたいと思います。工房へお越しいただくお客様の相談の内容にですね、全体調整をしてほしいというような結構多くあるんですけれど、例えば数年前にお店さんで全体的な調整をしてもらって、その時には原稿も低くなって非常に弾きやすくてよかったんだけれど、最近ちょっとなんかまたおかしく感じる、原稿が高いですとか原稿が低いっていう風に感じてるので調整してくださいですとか、あとはご自身でこうね、ブリッジサドルの部分をいじってしまって、ちょっと訳が分からなくなってしまったので、もう一回見てくださいっていうようなそういうご相談っていうのが多いんですが、お話をしてるとですね、結構皆さん一度セッティングをすればそれが永久に続くんだって思ってる方も割と多くいらっしゃるんですね。ギターというのは木材でできてますから、ネックも当然ながら環境によって温度とか湿度とか変化することが当たり前なんですね。経験上はですね、ほぼ8割9割のネックが乾燥の時期、今この時期ですね、乾燥してる冬場の時期になりますとネックっていうのはこう順反り方向に、反りやすくなります。一方湿度が高い時期、夏場とかになりますと今度は逆反り、こういう感じですね。逆反り方向に反ることが多いですね。もちろん多くはそうなんですけれど、その全く真逆の変化を見せるネックもあります。でそれから、アコースティックギターの場合は、トップ面が結構変化するのは変化します。冬場のこの時期はトップ面がこう沈む傾向にあって、夏場の湿気が多い時期になりますとトップがこう少し膨らむ傾向を示すアコースティックギターっていうのはよく見かけますね。でひどいものですと、その変化がひどいものになりますと人によっては、夏用のブリッジサドル、それと、冬用のブリッジサドル、要は高さを変えたサドルを2つこう持っていて、で季節によって、なんか夏場になってこうちょっと原稿が高くなってきたなと思ったら、低いサドルに差し替えるとかね、そういう風な工夫をしてらっしゃる方もいます。ですからそれだけその変化っていうのはあるんですよね。でその変化とうまく付き合っていかなければいけないのが、ギターという楽器なんですけれど、ですね、ここにちょっと図を描いてみたんですが、ネックは基本的にまっすぐに調整することがもう大前提ですので、もちろん微妙にごくごくわずかに順反りにしたりとかっていうそういうセッティングの仕方っていうのはあるんですけれど、ちょっとひとまずその話は置いといて、基本的にもうネックはまっすぐが大前提です。まっすぐになっていなければ原稿調整もできないですし、その後の、オクターブ調整とかも全く無意味なので、まずはとにかくネックがまっすぐになってることが基本ですね。一度こう全体的な調整をしてネックもまっすぐになり、原稿もこう適正な値になって弾きやすい状態になりました。でこの状態がですね、例えば夏場になってきましてネックが逆反りになってきたとします。そうするとですね、こんな感じで、当然ながらネックが逆反りになりますと、原稿は低くなります。で、私が言いたいのはですね、多くの方が皆さんこの段階で原稿が低くなってなんかすごくビビリ音が出るようになってしまった。当然原稿が低くなればバズ音とかビビりつき音っていうのは増えますので、この段階で
ご自身でここのブリッジサドルの部分をこう上に上げてたりして調整してしまう方が非常に多いんですね。で、じゃあ、仮にこのブリッジサドルの部分をこう上に上げて、ひとまずそれで OK になりました。とりあえずネックはこう逆反りのまんまなんですけれど、自分でサドル側をこう上に上げたことによって原稿が上がりました。で、ひとまずは微粒気温とかがこう軽減されて、あ、よしよしって言ってこう引き続けるんですね。じゃあ夏場が過ぎまして、まただんだんとこう乾燥した時期になって冬場になりました。当然ながらネックもですね、また元通りまっすぐになってきました。最初の状態と比べると、原稿がかなり上がってるのがわかると思います。このようにですね、ご自身でこうサドルを上げたり、こう下げたりしてしまったことによって、ネックがまた元通りまっすぐになりますと、結果として元の状態にならない。ですので、例えば一度こうセッティングをして良い状態になったとして、冬場にこうなんとなく原稿が上がってきたなとか、夏場にこうなんとなく原稿がこう低くなってきたなっていうふうに感じたら、原稿に変化を感じたら、それは、ネックがこう逆反りかこう順反りになったっていう証拠ですので、その段階で決してご自身でこのブリッジサドルをこう上げ下げしないでほしいんですね。根本的な原因はネックがこう変化したことによって原稿が変わったので、ネックをまたまっすぐな状態に戻してあげれば、調整してあげれば、また元の状態に戻るんですね。多くの方は自分でちょっとこう上げ下げしてしまって、ニッチもサッチもいかなくなって、持ち込まれるっていう状態が非常に多いですね。注意点としては、原稿が変わる原因でフロイトローズとかシンクロナイズドトレモロ、ストラトとかの、やつですね。ああいうブリッジっていうのは、弦のゲージ太さを変えたりすると、当然こう傾斜が変わってしまいますので、それで原稿が変わってしまうってことはあります。で、あとは、レスポールとかのチューンオマチックブリッジ、弦の交換の際にチューンオマチックの両端のこうくるくるっていう原稿調整用のあれがこうくるくる回ってしまって、で知らず知らずのうちに原稿が変わってるっていうこともありますね。ちなみにですね、11月ぐらいになりますと、原稿が高くなったのでちょっと見てくださいっていうご相談が多いです。で、一方ですね、これから先ですね、だいたい3月後半4月ぐらいに入ってきますと、今度はですね、ネックはこう逆反りになりますので、原稿が低くなったっていうふうに感じて、こう割と微粒気温が多くなったので見てくださいっていうようなご相談が多いですね。はい、それでは、今日のまとめなんですけれど、ネックは必ず変化するものです。季節によって変化することが当たり前であって、一度こうまっすぐにこう調整したからといってそれが永続的に続くものではないということですね。普段こう弾かれていて、原稿が低くなったり高くなったり変化を感じたら、それは、ネックが逆反りか順反りにこう変化したっていう証拠のことが多いので、アコースティックギターの場合はトップの変化もありますから一概には言えないんですけれど、大抵ネックが反った証拠ですね。なのでそういう変化を感じたら、ネックをまたまっすぐに戻しさえすれば元の一番ベストな状態に戻りますので、
決してその段階でご自身で、ブリッジサドルを上げ下げして、調整はしない方がいいです。根本的な原因はさっきも言った通りネックの変化が問題なので。はい、いかがでしたでしょうか。これが木ではなくていわゆる工業製、例えば車とかであれば一度セッティングした状態がまた狂うなんてことはめったにないと思うんですよね。例えば、車庫帳を組んで自分の好みの車高にセッティングしました。だけれど走ってるうちにだんだんそれが狂ってきちゃいました、上がってきちゃいました、低くなっちゃいましたなんてのはしっかりボルトでガチッとやれば変わることはないですから。ところがネックって木材っていうのはもう変化することが当たり前なので、ギターの修理をしててそういうところが一番、難しくもあり、楽しいですね。予想外の変化を見せることも当然ありますし、一本一本癖が違うっていうのがすごく毎回毎回楽しくもありますね。よろしければ高評価ボタンと、チャンネル登録お願いします。それでは。